私のまず自己紹介からさせていただければなと思います。斉田則次と申しまして、仕事なんですけれども、飲食業の経営者でありながら、飲食業向けのですね、システム開発をやっている経営者でもあります。これまでの経歴を申し上げますと、飲食経営者としても変わっているんですが、システム開発の経営者としてもですね、非常に変わった経歴を持っているとは思います。もともと大学を出てからですね、産業機械の世界に入りました。もともとですね、私イギリスで仕事をしたいなっていう思いがあってですね、で海外で出てですね、なんとか仕事をできる会社を探していて、そもそも実は F1 の世界に憧れててですね、F1 のメカニックになりたいっていう、夢があったんですけどね。で、なんとか海外で働ける仕事を探してですね、それで入ったのがですね、産業機械のメーカーでして、でそこで実は海外の仕事をしたいということで、いきなり海外事業部に配属してもらいましたね。で、東南アジアと営業担当をやっておりました。で、その中で2年目にですね、いきなり会長から呼び出されてですね、何かしでかしたかと思って焦ったんですが、言ったらですね、なんとですね、入って2年目23歳の時に、インドの市場を開拓してこいと。はい。って言われましてですね、はっとなりましたけど、当時98年ですね。なので、まだ全然経済も開放してないですし、今のような成長もまだしてないような時ですね。その時にですね、いきなり言われました。インドの企業にですね、要はアポを入れていかないといけないんですね。で、インターネットまだそんなにない時代ですので、東京商工会議所、丸の内なんですけど、そこの地下にですね、世界各国の企業年間っていう書庫があるんですよ。その地下の書庫にですね、コピー取れないんですよね。企業年間をめくってですね、ひたすら書き写す。96年ってどれだけアナログだったのかって皆さん、98年想像つかないと思うんですけど、かなりアナログでしたね。でそうやって書き写した企業に片っ端からアポを入れていってですね、インドに渡るわけですね。でそこで、体験したことっていうのはもう本当に僕の人生を変えた出来事でしたね。とてつもなく、不衛生な環境で、あとは多くの人々が、これよく言う表現なんですけど、野生動物のような生活をしている市民たちがたくさんいるっていうのを本当に目の当たりにして、ショッキングすぎましたね。本当に一番最初に入った街が実はアーメダバードっていう街で、地方都市なんですけども、初めて行った時に本当にもう街中路上生活者で溢れ返ってる。タクシーとかで街中移動してても、信号で止まるたびにやっぱり外国人が乗ってるっていうのすぐ分かるみたいで、黒山の人だかりになるんですよね。で、窓をゴンゴンノックされてですね、お金をくれ、お金をくれって手がどんどん伸びてくる。だから、窓を開けてると手が伸びてくるんですよ。本当にね、こんなこと言ったら失礼ですけど、ゾンビ映画みたいな世界でして、で、その中では片目が潰れてる人とか、片腕が引きちぎれてるような感じの処理なんですよね。骨が出てるんで、そういうような人とかが、うわーっと手を伸ばしてくるっていう光景はですね、もう本当地獄絵図でしたね。そういうところで初めて行ってですね、やっぱり慣れてるインド人の人はですね、人々を追い払うんですよ。これがショックでしたね、まず。でそういうようなのを目の当たりにしてですね、本当に正直初めてそういう光景を見たので、涙が止まりませんでしたね。初めて見た時には。世界中にはこんなところがあるのかと。で、そんなところでですね、商売をやらなきゃいけないわけですね。で、最初の1週間はガイドしてくれるインド人の人が実はついてたんですね。でただ、その後はですね、ずっと一人旅でした。約1ヶ月半ですね、1回目は。でその間に、いろんな企業にアポを入れて、引き合いをくれてた企業もあったのでね、そういった企業にも会いに行って、なので、自分の初めての営業活動っていうのがインドだったので、日本国内でまだ営業もしたことない人間が初めてインドで営業をやった凄まじい体験でした。はい。で、そうこうしている時に3年ほどその会社では過ごすんですけどね。私自身実は野心がやっぱり20代の頃から人よりも多分高かったと思うんですね。そんな中で、今その時にいたメーカーっていうのが完全に年功序列の会社で、自分の先輩の給与とかを実は知る機会があって、その時にですね、あれこんな活躍している人がこんな給料しかもらってないのかっていうことにちょっと衝撃を受けまして、で、転職を考えて、で、当時ですね、実はその同じ産業機械の世界の中で、私がいたメーカーっていうのは日本のトップメーカーではあったんですけど、世界のトップメーカーっていうのがあってですね、それドイツの会社なんですけど、そこの方からお誘いをいただいて、当然、ドイツ人と最初話してて、英語はどこまで話せるんだみたいな感じで言われたんですけど、いや、完璧に話せるよみたいな。はったりですよね。もう完全にはったりです。面接も通ってです
ですね。イメージとしたら、トヨタにいた人がメルセデス・ベンツに移籍するみたいな感じでしたね。元いた会社でも衝撃的な扱いだったと思いますし、自分自身のその誇らしさっていうのになんかすごく嬉しかったですね、その時は。そのドイツの会社に入ってですね、ドイツ人たちと、日本の市場を開拓していく仕事を今度やっていくわけなんですけども、そこでのやっぱり体験で一番大きい話っていうのが、ドイツ人とかヨーロッパ人の人たちと働きながら、ドイツ人、ヨーロッパ人の人たちの人生観だったり、仕事観、効率を求めるその考え方、そういったあたりをものすごい学びましたね。いろんな例はあるんですけど、一つ挙げるとですね、僕が結構熱中するタイプなので、オフィスで本当に遅くまで残って仕事をすることが多かったんですけど、ドイツ人のボスからふと言われた一言があって、夕方以降は君の時間なんだから、そんなにずっと会社に残ってちゃダメよと。会社は君のことを一生守れないんだから、上司から言われました。だから君は君の人生をちゃんと歩めるように考えなさいと。だから、本当に優先順位という意味で、家族があり、自分があり、そして仕事があるっていうことを、あっけらかんと言われてですね、日本企業の年功序列の中で育った自分にとっては衝撃的でしたね、最初は。ただ、それって本当にドイツ人の人たちと仕事をしていると、それをすごく感じて、めちゃくちゃ休み取れるんですよね。毎シーズン2週間ぐらいいなくなるんですよ。よくそれで仕事が回るなと思うんですけど、でも後でなってやっぱデータを見てみたりしても、やっぱり日本人の3分の2ぐらいしか年間働かないので、労働生産性が日本の 1.5 倍あったわけです。何なんだろう。だから、それもですね、仕事をやりながらも感じましたけど、やっぱりドイツ人の人たちって、無駄な仕事と思ったことに関しては安易に引き受けないんですよね。それってちょっと無駄じゃないとか、やる必要ないよねって普通に断られたりする。でも日本の当たり前だと、いや、それ引き受けますよ。僕が引き受けますよ。僕がやりますから、自分がやったら自分で手作業で何とかすればいいや。っていう思いで引き受ける人がすごく多いんですけど、絶対引き受けないですね、ドイツ人。それとあと、属人的にしていかないっていうところが徹底してて、なんで毎シーズン2週間休めるのかっていうのが、やっぱり中にいてすごい感じるんですけど、そのバケーション取るときに、ちゃんとそのルールがあるんですよね。みんなで話し合って、俺こことここにバケーション取るから、その間の代役はこの人ね。で、この人が今度バケーション取るときの代役はこの人ね。いうのを全部決めるんですよ、シフト表で。で、その引き継ぎとかもちゃんとやってからバケーション入るんで、ドイツの方に電話をして、誰々さんいるとか言って、そしたら、いや、今バケーションなんだ。代わり、誰々が代わりだから変わるねって、すごくスムーズなんですよね。ただ、もちろんプロジェクトも止まることもあるし、スムーズにいかないこともあるんですけど、逆に言うと、なんか社会がそれを受け入れてるっていう、その文化の熟成っていうのを感じましたね。だから、なんかこの日本でその休みづらい文化とか、担当者に対してのその過剰に求めるものとかですね、そういったところってやっぱり文化だし、熟成していくものなのかなと思うので、やっぱり日本人のその休めないっていう部分に関して、今後はやっぱり時間をかけてでもやっぱり熟成していかないといけない部分なのかなとすごい思いますよね。そういったところで、やっぱり自分の人生観を変える日々を過ごすことができて、で、その中でやっぱりずっと湧いてきたのが、やっぱり今の自分の人生の中で自分が思い描いてるっていうようなその働き方とか社会っていったものを実現していきたいなっていう思いがすごい出てきて、で、その中で、そうするとやはりどっかの企業に勤めていくっていうよりも、やはり自分で起業してそういう理想的な会社を作っていきたいなと。やっぱり働く人が自分の人生をちゃんと生きれる、そういった企業を作っていくしかないなっていう思いで、このあたりから起業したいなっていうのは考えてますね。で、実はその時にいろいろと転職活動をしている中に、一人のアメリカ人のヘッドハンターがいるんですけど、その人と出会いまして、前から知り合いだったんですけど、にずっと相談を続けていると、いろいろ分かってきたことがあって、君がやりたいことをやるんだったら、フルコミッションで、外資の戦略系会社がいいんじゃないかというアドバイスをもらって、で当時、僕が加入していたアメリカの生命保険会社の担当者さんにですね、ちょっと仕事をやってみたいんですよという話をして、受けてみて、そこは営業トレーニングに関しては、ものすごく評価が高い企業で、そこのアメリカの生命保険会社を受けたところで、取らなかったらいいかなと思ったんですけど、取ってしまったので、すごく勇気がいりましたね。ものすごい厳しいっていうのは知ってたので、こんなに優秀な人たちがいるんだね、世界でした。で、徹底的にトレーニングを受けますので、とんでもない量のこととか、あとは実際のその OJT もそうですし、もともと今の飲食業界の活動を学んでいるんですけど、決して素養じゃないと。スキルっていうのは素養じゃないと。全く素養がない人がちゃんとトレーニングすると合わせる。そういったのを本当に体験しました。それを感じて、2年も経たずにですね、結局辞めることになったんです
正直言ったら、向いてなかったっていう、あとスキルも足りなかった。それからそのスキルを身につけるためのメンタルブロックを超えられなかったっていうのが、正直言ったらこれですけどね。で、その保険会社を辞めた時にですね、そこから地獄の生活が始まりまして、で、突然ちょっと、実は上司とですね、かなり揉めてですね、正直言うと飛び出すような形で辞めました。で、辞めた後、はて何しようかとなったんですよ。で、今更サラリーマンに戻るっていうのは、ちょっと難しかったですね。気持ち的に。なので、だから何も計画せずにですね、貯金もない状態で、いきなり起業しないといけないような状況だったんですよね。で、知り合いの経営者の人とかにも資金を出してもらったりして、不動産の事業とか、M&A の事業とか、いろんな事業を立ち上げようと、いろんな人と組んでますよ。で、大失敗しましたね。うまくいかない。で、そういったのをずっと続けているとですね、お金も底をついてきますね。っていう生活をね、この2005年に会社辞めて、2007年にこの今の飲食企業を立ち上げるんですけど、その2年ぐらいか、本当に自力の生活で。で、そんな中、私がたまたま常連だったカフェになりまして、そこの店長と仲良くなって、でその店長からいろいろと相談を受けてたんですよね。でただそれちょっとクリアするのは難しそうだよねっていうことに気づいて、で一緒に起業しようかっていう流れになったんです。それとあと見てて、めちゃくちゃ優秀なやつだなっていうのを正直言った感想で、何が優秀かって、すごくこれは重要な、商売やる上で重要なことなんですけど、毎月毎月の売上の予算ですよね。予算を立てて、それをいかにクリアする。そこのモチベーションがですね、凄まじかったですね。その一つのチームとして部下をケアして、モチベーションを持ちして、部下を育てていくっていうスキルとか、あとはコストコントロールっていうのを、細かくやる。当然、簿記とか会計とか知ってないんで、めちゃくちゃなんですよ。でも、1円単位で節約する。ちゃんと利益を出すことを考える。というようなあたりが完璧にできてたので、すごいなと思って。ただ、ビジネスとか、そのレバレッジっていう効果ですね。人的なレバレッジとか、あとは資金のレバレッジ。こういう難しいことなんですけど、大変なんですけど、なんていうんですかね、銀行からの借り入れを使っていって、どうやって事業を拡大していくとか、そういったあたりとか、不動産の知識とか、契約のこととか、そのビジネス周りのことっていうのは何も知らなかった。そっか、こういう優秀な人間がいるんだったら、僕がビジネス周りを作っていけば、絶対成功するだろうなと思います。それが2006年ぐらいですね。で、その人と組んで、今でも、今のラックバックグループっていう会社ですね。ずっと経営をしているっていうのが、今の飲食業ですね。はい。これが今の僕の飲食業立ち上げの、経緯ですね。